今回ご紹介するのは、大好きなアーティストへの思いを踏みにじられ、絶望の淵に立たされた一人の女性が、法律という武器を手に、巨大なワルへ反撃する物語です。第1章、絶望のファンファーレ。私たちの日常には、理不尽なトラブルが潜んでいます。時にそれは、人の弱さや純粋な思いにつけ込む、卑劣な形で牙を剥きます。今回ご紹介するのは、大好きなアーティストへの思いを踏みにじられ、絶望の淵に立たされた一人の女性が、法律という武器を手に、巨大なワルへ反撃する物語です。鈴木舞。26歳、都内のイベント会社で働く彼女は、スマートフォンの画面を前に、この日何度目かわからない深いため息をついた。画面には、抽選結果落選という無機質な文字が、彼女の心をえぐるように表示されている。舞が5年間、その音楽に、その言葉に、生きる支えをもらってきたロックバンドスターライトシンフォニー。彼らが、突然の活動休止を発表したのは、3ヶ月前のことだった。そして、これが本当に最後のライブになるかもしれない。5周年記念ライブ。そのチケットの一般発売抽選の結果が、今、出たところだった。ファンクラブ先行。各種プレイガイド先行。そして今日の一般発売。舞が持つすべてのカードを使い、友人にも協力してもらったが、結果は全滅。SNS を開けば、タイムラインは同じ絶望を共有するファンたちの叫びで埋め尽くされていた。一般もダメだった。もう会えないなんて無理。なんで本当に行きたい人が当たらなくて転売ヤーが当たるの。仕事頑張れそうにない。一つ一つの投稿が舞自身の心の叫びと重なる。社会人になってからの辛い日々、理不尽な上司、終わらない残業、都会の孤独。そんな時、いつもイヤホンの中から彼女を励ましてくれたのが、スターライトシンフォニーの音楽だった。あの曲があったから、乗り越えられたのに、最後のライブに行けないなんて、それはまるで、これまでの彼女の人生そのものを否定されたかのような、深い絶望だった。リビングの窓から見える都会の夜景が、やけに冷たく舞の目に映っていた。第2章、悪魔の DM と揺れる心。あまりのショックに、舞はほとんど無意識のうちに SNS に自分の気持ちを吐き出していた。スターライトシンフォニーの5周年ライブ、全滅でした。もう、どうしたらいいかわからない。最後にありがとうって伝えたかったな。投稿して数分後、スマートフォンの通知音が鳴った。DM の通知だった。開いてみると、見知らぬアカウントからメッセージが届いている。アカウント名はハイエナ。当選を譲りします。ラストライブ、どうしても行きたいですよね。アリーナ S 席。定価の10倍、15万円でお譲り可能です。15万。思わず声が漏れる。定価1万5千円のチケットに10倍の値段。ありえない。転売ヤーからは絶対に買うべきではない。頭ではそう分かっている。イベント会社の社員としても、不正転売が業界に与えるダメージは痛いほど理解していた。しかし、彼女の心は激しく揺れていた。でも、これが本当に最後のチャンスなら ?15 万円で、あの5年間のお礼が言えるなら、高くないのかもしれない。震える指で、親友のミキに電話をかける。もしもし、ミキ？ごめん。今大丈夫。マイ？どうしたの？元気ないじゃん。チケット、やっぱりダメだった。それでね、今、SNS で譲ってくれるっていう人から DM が来て、マイが事情を話すと、ミキは即座に、そして強い口調で言った。絶対にダメ。マイの気持ちはわかるけど、そんなやつから買ったらダメだよ。それが転売ヤーを増やすことになるんだよ。バンドメンバーだって、そんなこと望んでない。正論だった。ミキの言うことは、一つも間違っていない。わかってるんだけど、マイ、お願いだから冷静になって。電話を切った後も、マイは、スマートフォンの画面をじっと見つめていた。ハイエナとの DM の画面を開いたり、閉じたりを繰り返す。彼女の心の中で、理性と感情が激しくせめぎ合っていた。第3章を嘲笑う。ハイエナとファンの涙。購入の決意が固まらないまま、数時間が過ぎた。すると、再びハイエナから DM が届く。今度は、舞の心を試すような悪意に満ちた言葉だった。どうします？他にも買いたい人はたくさんいるんで、早くしないとなくなりますよ。あなたの教えの愛はその程度ですか？ W、その文面を見た瞬間、舞の心に燃え上がったのは、怒りの炎だった。愛を、試す？ふざけないで。
舞は衝動的にハイエナのアカウントページに飛んだ。そこに広がっていたのは想像を絶する地獄だった。タイムラインには他のファンからの転売はやめてください、本当に行きたい人がいるんですという悲痛なリプライが並んでいる。ハイエナはその一つ一つを引用し晒し上げていた。歯医者の逃亡液ター W 悔しかったら金出せば、こういう正義感ぶってるやつマジでウケる W。 さらに仲間と思われる他の転売ヤーアカウントとお互いの稼ぎを自慢し合っている。今日の稼ぎは50万 W ボット最強すぎ W 情弱ファンオツ、こいつら高くてもどうせ買うんだよな、ちょろい商売だわ。純粋なファンの思いをあざけ笑い踏みにじる言葉の数々。舞は怒りで唇を噛みしめた。手はわなわなと震えている。もう迷いはなかった。こんなやつからチケットを買うことはバンドへの、そして自分自身の5年間への裏切りだ。絶対に許さない。ファンとして、そしてイベント業界で働く人間としてこいつを野放しにはできない。舞の瞳に固い決意の光が宿った。第4章孤立無縁、誰にも届かない声。舞の孤独な戦いが始まった。まずは成功法からだ。舞はハイエナが利用しているフリマアプリの運営事務局へ通報フォームから何度もメッセージを送った。特定工業入場券の不正転売は法律及び利用規約で禁止されているはずです。アカウント名ハイエナは多数のチケットを継続的に高額で出品しており、極めて悪質です。アカウントの凍結を求めます。しかし返ってくるのは決まってご報告ありがとうございます。担当部署にて調査の上適切に対応いたしますという温度のない自動返信だけだった。何日経ってもハイエナのアカウントは削除されるどころか、次々と新しいチケットを出品し続けている。次に意を決して最寄りの警察署の生活安全課に電話をかけた。緊張で震える声で事情を説明する。インターネットでのチケットの高額転売についてご相談したいのですが、電話口に出た担当者は面倒くさそうな声で言った。ああ、チケットの転売ですか。それであなたがお金を騙し取られたとか、そういう詐欺被害に遭ったわけではないんですよね。いえ、被害には遭っていませんが、法律で禁止されている行為ですし、あまりに悪質なので、お気持ちはわかりますが、個人間のやり取りですし、今の段階で警察が介入するのは難しいですね。何か事件性が出てきたら、またご相談ください。ガチャンと一方的に電話は切られた。法律があるのに、警察は動いてくれない。運営も対応してくれない。巨大な組織の前で自分一人の声などあまりに無力だという事実を突きつけられた舞は深い絶望感に包まれた。第5章無力な正義と友との亀裂。このまま泣き寝入りするしかないのか。いや、ダメだ。舞は最後の手段としてSNS で転売や告発アカウントを匿名で作成した。このアカウントはスターライツン42のライブチケットを不当に買い占め高額で転売する悪質な業者ハイエナの行為を告発するものです。舞はこれまで集めたハイエナの悪質な投稿のスクリーンショットを次々と投稿し、転売ヤーを許さないチケット不正転売禁止法というハッシュタグをつけて拡散を試みた。しかし世間の反応は舞が期待したものとは程遠かった。インプレッションは伸びず、リツイートもまばら。それどころかハイエナの仲間と思われるアカウントから誹謗中傷のコメントが殺到した。どうせチケット取れなかった腹いせだろ。嫉妬つ証拠もなしに人を犯罪者扱いすんなよ。名誉毀損で訴えられても知らねえぞ。心が折れかけていた舞に追い打ちをかけたのは親友のミキからの電話だった。舞、告発アカウントもしかして舞がやってるの？やっぱりお願いだからもうやめなよ。そんなことしてもし逆恨みされて舞の身元がバレたらどうするの？本当に舞のためを思って言ってるんだよ。ミキの言葉は 100% 善意からのものだった。だが完全に孤立し追い詰められていた舞の心にはその善意すらトゲのように突き刺さった。ミキまで私のことを分かってくれないんだ。ごめん。切るね。舞はそういうのが精一杯だった。もう自分の味方はどこにもいない。たった一人で暗いトンネルの中をさまよっているような気分だった。第6章ハイエナの逆襲。日常に潜む恐怖。最悪の事態はすぐに訪れた。舞の告発アカウントは
ついにハイエナ本人の知るところとなったのだ。彼は激怒し、報復として舞の個人情報を特定しにかかった。匿名アカウントとはいえ、ネットの世界に完璧な匿名など存在しない。ハイエナは舞のわずかな投稿の癖、過去の投稿との類似性、そして彼女を心配するミキのアカウントとのつながりなどから糸をたぐるようにして舞の個人アカウントにたどり着いた。そしてある晩、舞のスマートフォンが鳴った。ハイエナからの DM だった。告発ご苦労様です。 W でも全部無駄ですよ。舞の会社がある駅名、今日も残業お疲れ様です。 W イベント会社も大変ですね。そのメッセージを見た瞬間、舞の全身から血の気が引いた。心臓が氷水で締め付けられるように痛む。なぜ私の最寄り駅を知っている？なぜ私の仕事を？ハイエナからの DM はそれからも執拗に続いた。あなたの正義感、会社の人も知ってるの？バレたら面白いことになりそう。 W、 そういえば舞がよく利用するカフェのラテ、美味しいですよね。自分の日常が全て監視されている。いつどこで誰に見られているかわからない。その恐怖に舞は完全に心を蝕まれていった。スマートフォンの通知音が鳴るたびに心臓が飛び跳ねる。夜、一人で道を歩いていると誰かにつけられているような気がして何度も後ろを振り返った。第7章最後の藁、恐怖の底で見つけた光。恐怖のあまり舞は告発アカウントを削除した。もう何も考えたくなかった。ハイエナの思うツボかもしれないが、自分の身の安全には変えられない。部屋に引きこもり、会社も休みがちになった。もうあのライブのこともハイエナのことも全て忘れてしまおう。そう思った時、PC のモニターに映るフォルダが目に入った。フォルダ名はハイエナ調査ファイル。自分が不眠不休で作成した数百の証拠ファイルがそこにあった。このまま終わっていいの？あいつの脅しに屈して泣き寝入りしてあいつの思うツボのままで本当にいいの？恐怖の底でか細く残っていた怒りの炎が再び燃え上がった。冗談じゃない。私の5年間を、ファンの思いをこんな形で終わらせてたまるか。舞は震える手でマウスを握りしめ、最後の調査を再開した。これまで集めた証拠をもう一度違う視点から見直してみる。反復継続してチケットを販売。これって事業じゃないの？その時、舞の脳裏に会社の法務部で聞いた言葉が稲妻のようにひらめいた。反復継続して古物中古品を販売するなら公安委員会の許可が必要。チケットは法律上古物にあたる可能性がある。もしハイエナが無許可でこれを営業として言っているなら、それは古物営業法という法律に違反する行為かもしれない。さらに常人では不可能な量のチケットを確保している手口。そうだ、ボットだ。自動購入プログラムを使ってるに違いない。これって確かサーバーに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得る電子計算機使用詐欺罪っていうもっと重い犯罪にあたる可能性があるんじゃ。 SNS での告発のような曖昧な正義ではない。法律という動かぬ証拠と論理で悪を裁くための確かな武器。暗闇のどん底で舞はついに逆転への一条の光を見つけ出したのだった。第8章最強のパートナー現る。最後の望みをかけて舞は都内にある高山法律事務所の扉を叩いた。サイバー犯罪に強いと評判の弁護士事務所だ。応接室で待っていると柔和な、しかし鋭い目をした男性が入ってきた。弁護士の高山だった。舞はこれまでの経緯を言葉を選びながら必死に説明した。ハイエナの卑劣な手口、警察や運営に相手にされなかったこと、友人との亀裂、そしてストーカーまがいの脅迫を受け心身ともにボロボロになっていること。高山は舞の話を一切遮ることなく静かに聞いていた。そして舞が持参した USB メモリの中身、つまり彼女が独力で集め分析した膨大な証拠ファイルに目を通すと簡単の息を漏らした。素晴らしい、鈴木さん、あなたは本当にたった一人でここまで。高山は PC の画面から顔を上げまっすぐに舞の目を見ていった。あなたのおっしゃる通りです。彼の行為はチケット不正転売禁止法違反にとどまらず古物営業法違反、そして電子計算機使用詐欺罪にあたる可能性が極めて高い。そしてあなたへの脅迫行為は断じて許されるものではありません。初めて
自分の苦しみと努力を心の底から理解してもらえた。その安堵感で舞の目から涙がとめどなく溢れ出た。高山は優しくしかし力強い声で言った。鈴木さん、もう一人で戦う必要はありません。あなたは法律に、そして私に全てを任せればいい。あなたのその勇気と調査に私は最大限の敬意を表します。さあ、反撃を始めましょう。その言葉は絶望の淵にいた舞にとって何よりも力強い希望の光となった。第9章反撃ののろしとハイエナの断末魔。舞と高山弁護士のタッグによる本格的な反撃が始まった。高山弁護士は舞が集めた証拠を告発状という法的な形式に完璧にまとめ上げた。そこにはチケット不正転売禁止法、古物営業法違反、電子計算機使用詐欺罪、そして舞への脅迫という4つもの罪状が明確に記されていた。告発状は高山弁護士の手によって所轄の警察署ではなく専門知識を持つ警察本部のサイバー犯罪対策課へ直接提出された。悪質なサイバー犯罪事件として捜査は異例の速さで開始された。数週間後の早朝、ハイエナこと無職の男コンポンの自宅マンションに捜査員が踏み込んだ。コンポンはいつものように複数のモニターの前で SNS にファンを嘲笑う投稿を打ち込んでいる最中だった。警察だ。動くな。突然のことにコンポンは椅子から転げ落ちそうになる。なんなんですか？俺は何もしてない。古物営業法違反、並びに電子計算機使用詐欺、脅迫の容疑で家宅捜索を行う。コンポンは最後まで理解できないという顔で悪あがきを続けた。ただのチケット転売じゃないですか。小遣い稼ぎですよ。しかし彼の PC からはチケット購入ボットの使用ログという動かぬ証拠が次々と発見される。捜査員の一人が冷静に告げた。君がやっていたことは単なる小遣い稼ぎじゃない。複数の法律を犯す悪質な犯罪行為だ。君を逮捕する。手錠をかけられた瞬間、根本の顔から血の気が引き、傲慢な表情は恐怖と絶望に歪んだ。そんななんで俺が。彼の断末魔の叫びは誰の耳にも届くことなく静かな朝の空気に消えていった。第10章未来へのアンコール。ハイエナの逮捕はネットニュースでも大きく報じられた。彼が不正に買い占めていた大量のチケットは全て無効となり、公式のリセール抽選に回されることがアナウンスされた。 SNS はファンたちの歓喜の声で埋め尽くされた。舞は今度こそ自分の運を信じてリセールに申し込んだ。数日後、彼女のスマートフォンに届いたのは当選の2文字だった。ライブ当日、会場を埋め尽くすファンたちの笑顔。ステージの上で輝くスターライトシンフォニーのメンバー。オープニングの曲が始まった瞬間、舞の方を熱い涙が伝った。それは悔し涙ではない。戦い抜き、自分の手で掴み取った歓喜の涙だった。舞は金銭的な賠償を求めることはしなかった。彼女が取り戻したかったのはお金ではなく、ファンとしての誇りと誰もが公正にライブを楽しめる未来だったからだ。数ヶ月後、舞は社内の新規事業コンペにある企画書を提出していた。タイトルは AI を活用した不正転売対策システムの開発プロジェクト。この一件を通して得た知識と経験、そして何より彼女自身の強い思いがそこには込められていた。それは悲しみを怒りに変え、そして未来への希望へとつなげた彼女自身の力強いアンコールだった。法律 Tips コーナー。今回の物語いかがでしたか？最後に主人公の舞さんが武器とした法律について簡単にご紹介します。1、チケット不正転売禁止法。正式名称を特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律といいます。これは特定のライブやスポーツのチケットをGOとして元の販売価格を超える値段で転売することを禁止する法律です。違反した場合、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります。2、古物営業法。一度誰かが購入したチケットなどは法律上古物として扱われることがあります。これを利益を得る目的で継続的に仕入れて転売する営業を行う場合、都道府県の公安委員会の許可が必要となります。
無許可で営業した場合、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課される可能性があります。今回のケースのように、転売を事業として言っている悪質な業者を追及する有効な武器となる場合があります。3、電子計算機使用詐欺罪、ボットなどの自動プログラムを使い、販売サイトのサーバーに自分が人間であるかのように誤認させて、チケットを不正に大量購入する行為は、この電子計算機使用詐欺罪にあたる可能性があります。これは刑法で定められた犯罪であり、10年以下の懲役に処される重い罪です。もしあなたが同様のトラブルに巻き込まれたら、まずは証拠を保全し、フリマアプリの運営や警察の相談窓口である9110に相談してみてください。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。